これは沖永良部島に住む素潜り漁師が1ヶ月魚を売った金額だけで生活する物語。もちろん無一文野宿からのスタート。普段は見れない漁師のきつさ楽しさ全てお見せします。そして1ヶ月間でマサルはどこまで豊かになれるのか。1ヶ月漁師生活。おはようございます。やっぱ野宿じゃないってだけでね、めっちゃいいわ。ただね、体力が回復しきったかというと全然そんなことはないね。体力ゲージ10がマックスやとしたら今3ぐらいですね。昨日が 0.02 ぐらいになってた。今3ぐらいまで回復した。で夜今日潜りに行って、もう夜でね借金分全部ね取り切ろうと思ってますんで、夜までねなるべくゆっくりして体力ゲージ6ぐらいまで持っていって、また 0.02 まで使い切ろうかなと思います。そして39,000円借金完済した暁には乾杯しましょうや。まさこ未成年やから無理か。コーラで乾杯しましょうか。コーラおごったるわ。よし。体重よ、昨日ウツボ数切れとおにぎり1個分の米ぐらいしか食べてない。朝ごはんだけよ。さすがに結構落ちてるはず。でも運動はあんましないんで、予想は 72.6 キロぐらいじゃないかな。いきます。増えてますね。増えてんな。こんだけ辛いことしたのに。うわ、俺停滞期っていうものあれ嘘やろって思ってたんですけど、これほんまにあるんですね。ちょっと作戦を切り替えます。今ローファートって言って脂質を減らすダイエットをしてたんですけども、ここからケトジェニックダイエットっていうのに切り替えます。一切糖質を取りませんということでね、ケトジェニック用のものをね買いに行きましょうか。はい、こちら購入してきたものはこちらですね。本当にエネルギー不足で頭が回んないんだよ。ケトジェニックはですね、主な栄養素タンパク質、脂質、糖質、このうちの糖質を抜くダイエットなんですけども、ほとんど糖質のないね、そして脂質の多いものをね買ってきました。鶏胸肉は買わんでもよかったかもしれないんですけども、魚だけだとちょっとタンパク質がね少ないんでちょっと買っときました。2日ぐらいに分けて食べましょう。久々の脂質うめえな。いつもこの塩なしのナッツなんて食べないの、味が薄いから。アーモンド食べるってなったらチロルチョコのアーモンド食うぐらいなんやけど、今日はアーモンド直食いでバカうまい。本当にきついこの企画。ちょっとさ、もう火起こすのめんどくさくない？ちょっとめんどくさいよな。不本意ではありますがガスバーナー解禁します。じゃあまずはウツボから切っていきましょう。臭い気がする。マジでウツボの干物作ってよかった。調理がめっちゃ楽。通常ケトジニックダイエットってお金がかかるんですよ。魚買ったりとか肉買ったりしないといけないんでね。ただ今回は魚無限にありますから、そこはね漁師生活の強いところ。てかダイエットする必要って何もうずっと思ってるんだけど、もうこんなきついことしてダイエットしてるようなダイエットしてる人たちって。はい、じゃあ鶏胸肉もやっていきます。鶏胸肉は半分でいいです。なるべく薄く切っていきます。もう腕に力が入らん、こんなことですら。よし、オッケー。はい。うわー、疲れた。やばい。広げていきましょう。はい、ハエが寄ってきていますが気にしません。ハエも食えます。ハエもタンパク質なんでケトジェニックダイエット中も食べれますね。ハエにはほとんど糖質含まれていないでしょう。ただ別に無理して食べる必要はないんで、意識的に食べることはないですね。取り外すのはもう今めんどくさいんで、ついてても食べれます。はい、そしたらバーナー。これが文明の利器や。超楽だからバーナーだと。いきます。うわ、いい匂いしてきた。ひっくり返さないといけない。てか量多くない？本当にエネルギーが足りてないのに痩せないっていう、何この状況。本当にわけわかんない。もうこの生で食いたいな。鹿児島は鶏刺しって言ってね、鶏を刺身で食べる文化があるんですよ。炙りなんですけどね、なんか本当に当たんないのかと思ってね、飲食店で食べたりするとちゃんと超塩ビブリオ当たったりするんですよ。鹿児島来て鶏刺しあってもちゃんとね心構えある人じゃないと食べない方がいいと思います。ちゃんと当たりますから。ちなみに俺鶏刺しめちゃめちゃ食べてるんですけど、一回もまだ当たったことないですね。多分ねワニで超塩ビブリオ当たったからやと思う。耐性ができてる。鶏では当たったことないけどワニで当たりました。ちなみにワニは通常はね超塩ビブリオ持ってないはずなんですけど、餌がね生きた鶏
りだったんですよ。なんでね、超塩ビブリオが当たりました。そういうことです。はい、裏側焼きましょう。はい、それでは完成しました。ウツボ。こいつは何回食ってもうまいな。うわ、俺これ米と行く予定やったからな。朝ウツボ飯だけであと1週間ぐらい乗り切ろうと思ってたのに、米がないとしょっかないな。ちょっと久しぶりの鶏肉も食べてみましょうか。鶏肉って胸肉でもまあまあ美味しいんやな。まあでもウツボの方がうまいわ。ウツボはうめえな。もっちもちなんですよ。今日夜がっつり潜るんでね、なるべくエネルギーをね摂取しとかないと。ちなみに俺は潜る8時間前ぐらいからはね、ご飯食べないようにしてて、っていうのも普段意識してないと思うんですけど、消化ってめちゃめちゃエネルギー使って酸素も使うの。特に揚げ物とかはもう消化のエネルギー消費がすごくて、もう本当に普段息持つ俺でも揚げ物食った後は20秒ぐらいしか息持たなくなるんだよね。絶対に何も食わないようにしてます。1週間では全然胃小さくならないですね。全然食える。完食しました。なんで俺3日目とか4日目とか筋トレしてたんやろ。アホなんちゃうんかな。それが効いてきてる。今なんかすごい筋肉痛もあるし、倦怠感もあるし、最悪で、今日はですね、もう夜までとりあえず待ちます。はい、なるべく動かず体力回復をします。次の瞬間夜になってると思います。はい、それでは夜まで休憩しました。しっかりダラダラしようと思ったんですけども、オンライン会議などいろいろな仕事が入り、あまりダラダラできておりません。しかし体力は4割ぐらいに回復しました。この4割を使って今日ブダイを50キロ取りましょう。50キロで4万円、いや100キロ取ろうかな。100キロで8万円や。8万円取れば家に住める。8万円やー、行くでー。さて100キロの魚は実現なるのか。夜は魚が眠っているので見つけさえすれば取れる可能性は高い。しかしこの日は波が強く、ウミガメでさえ波に揺られていました。さて今日は 75% のパワーで魚を狙っていきます。ちなみに小さい魚はトビウオですね。早速何か見つけたようです。岩の上で魚が寝ています。頭上からヒット。脳に直撃したので体の半分が白くなっています。この引き上げ方からして重そうですが、いくらになったのか。こちらの魚はネズミフグ。エラブでは味噌汁や唐揚げにして食べられるポピュラーな魚の一つです。気になるお値段は1700円。いい出だしですね。さてお次は頭上からヒット。こちらは人面ハリセンボン。お値段は700円。さて次はマサルと一緒に息を止めてみましょう。潜行開始。ちなみにキューって言ってる音はね、耳抜きの音です。海底に行くまでにだいたい5回ぐらい耳抜きしますね。さて海底に到着し魚を探していきます。岩の隙間をくまなく見ていきます。何か発見したようです。勝る視点を見ていきましょう。魚がいます。ヒット。抜き出そうとするが魚がつっかえてなかなか抜け出せない。息が持たないので一旦浮上することに。さて息を整えたところで魚を回収しに行きましょう。隙間から見えてた魚、あいつの正体は何なのか。力いっぱい引き出していきます。出てきました。こいつは1キロ2000円の旗系の魚。思わずガッツポーズをしてしまいました。こちらの魚はヒレグロハタ。お値段は後ほど発表します。これを塩焼きにして食ったらとんでもなくうまいんですよ。さてここでまたしても高級魚を見つけました。潜行開始。いました。しかし起きています。しっかりと狙いを定めて円髄を森で貫かれると魚は微動だにできなくなります。このことをヘッドショットまたはキルショットというのです。
魚は捕獲時に暴れることにより味が落ちるので、理論上この世で最も美味しい魚の取り方です。まさに奇跡の一撃。そしてここでまた高級魚を見つけました。2連続のヘッドショット、ノリノリですね。しかしここで悲劇が。魚が外れてしまいました。石垣鯛はすでに死んでいるので逃げませんが、今日は波が強いので岩の隙間に入ってしまう可能性が。急いで回収に向かいます。なんとか確保できました。さて本日の狙い目ブダイのポイントに到着しました。水深は13メーターほど、海底まで潜り岩の下に潜むブダイを探していきます。ちなみにこの時点で素潜り開始から3時間以上経っています。映像では伝わりませんが、かなり疲労困憊しています。とここで何か見つけた模様。人。何がいたのでしょう。マサル視点を見ていきましょう。こいつは長ブダイ、完全に寝ています。狙いを定めて人。これは結構大きそうですね。そして800円台のブダイ、結構いい金額になるんじゃないでしょうか。気になるお値段は1680円でした。このままいけば極貧生活から解放されそうです。そして今度は岩の上から人。岩の後ろに隠れた魚を上から狙いを定めて人。こちらも 1kg2000 円、旗系の魚。お値段は後ほど発表します。ここで緊急事態が。素潜り開始から5時間が経過。3つ持ってきた GoPro のバッテリーが1つ、2つ、3つ全て終わってしまいました。ということでここからは GoPro の映像はありませんが、5時間超えの魂の素潜りをご覧ください。さて勢いよく潜行を開始していきます。泳いでいる魚を狙いを定めて人。こちらはムスジコショウダイ。なぜかこいつは夜にもかかわらず起きていました。そして今度は岩の隙間にいる魚を人。取れたのは長ブダイのメス。気になるお値段は3440円となりました。ブダイは1匹いると近くにたくさんいることが多いです。次に狙うのは岩の下にいるこのお魚人。取れたのはヒブダイ。こちらもいいお値段になりそうです。しかしここで悲劇が。やばい、逃げられた。こいつが取れるかどうかで人生が変わってくる。絶対に回収しなくては。しかし相手も弱っています。早く追いかけていきましょう。銃をリロードする時間がないので素手でいきます。なんとかゲットできました。危ねえ。最後まで気を抜いちゃダメですね。そして今日一の大物が。何がつけたのか。かなり大きそうな魚です。こちらはマダラタルミ、フエダイの仲間で、その味はまさに一級品。なぜかめちゃくちゃゲロを吐いてます。食事中だったのでしょうか。ちなみに夜マダラタルミをつけたのは人生で初めての経験です。めちゃくちゃレアです。その後ヒブダイのメス1匹、ミーバイが1匹つけました。7時間の素潜りを終え拠点に戻ることに。はい、それでは戻ってきました。なんと今時刻は4時23分でございます。もうすぐ日の出ですね。ということで今日はですね、こちらの魚が取れました。この時間まで潜ってこの量は決して多い量ではないんですけども、今日の目標借金返済まで届くかどうかギリギリな量ですね。楽しみですね。ということで早速測っていきましょう。やばい、昨日疲れたとか一昨日疲れたとか言うてたんですけども、それ超えてきてるな。あーすげえ。よしよしよし。じゃあどれから測ろうかな。まずこれムスジコショウダイかな。何キロでしょう。 1.5。 いいね。でこちら石垣鯛 1.1 キロ。ちなみに石垣鯛は高級魚です。本当は500円以上全然するんですけど、でも今回ルールですからね、しっかりとした額をつけたいところでありますが、500円か。イスズミとかと一緒やもんな。石垣鯛も入れとけばよかった。そして2匹目の石垣鯛700。
ちなみになんですけど、初日ニザ台ついてたじゃないですか。ニザ台はね10円から20円ぐらいなんです。もうほぼ価値がない。あれを本気でつけば1日100キロとか全然つけるんですけど、今回はねマジで売れる魚しかついてないですね。そして、今日なんといってもねこちらですよ。こちらのお魚、皆さんご存知でしょうか。マダラタルミです。上鯛の仲間でめちゃめちゃうまいんですけど、何キロでしょう。 2.9。ちなみにこいつめちゃめちゃうまいです。うまいんですけど知名度が低いし、あんまり漁獲が上がらないんで値段はね安いんですよ。安くてうまい。これキープして自分で食べようかな。明日バタ焼きにしよう。ケトやからバターは食べていい。こいつ食べよう。絶対うまい。いやマダラタルミはね魚界でも結構トップレベルにねうまい魚で、本当にね500円なのがちょっとね納得できない高価格帯ゾーンです。これ皆さんこのブダイたちを見てほしい。皆さんこの魚たち2種類しかいないんですけど、どれが同じ種類か分かりますか？これマジで分かんないですよね。これとこれがね長ブダイのオスで長ブダイのメス、ヒブダイのメス、ヒブダイのオスで見分けがつかないでしょうね。もう全部同じに見えると思う。俺も最初来た時そうやったもん。でもね食べたらねやっぱ味違うよな。ヒブダイは結構美味しいです。最初したヒブダイよいしょ2キロ。ちなみにヒブダイはマサルチャンネル始めて一番最初にミリオンいった動画じゃないかな。思い出の魚ですね。はい、こっからは最高級ゾーンですね。ヒトミハタ3匹です。こいつだけ種類が違うんだけど、なんだろうこれわかんねえわ。なんだろう白ブチハタかな。もうめんどくさいんで3匹一緒に測ります。1キロ2000円の魚。さて何キロや。これ100万キロ。4.3。お、4.3 いってる。 4.3 ってことは8600円。でかい。待って、これ借金返せるんじゃない。ちょっと計算してみよう。計算結果が出ました。発表します。合計金額は22,500円です。やっと2万円台。ただねちょっと計算してみると返済の39,000円に届かないんよ。計算間違えてたんですけど、この時超えてました。うわー今日酒飲む予定やったのにな。無理か。あと1匹つけてたらでも2万円いったのでかいよね。だって1日のさ8時間労働とかで2万円稼げる仕事ってなかなかなくない？だって8時間労働とかって時給1000円で8000円でしょ。時給1500円でも1万2000円でしょって考えたら、時給換算したら今日何時間ぐらい潜ったっけ。7時間ぐらい。7時間で2万2000円で考えたら時給換算したら3000円ですからね。これはすごいことですよ。まあ労力に見合ってるかわからんけど、なんで俺が今これ足を上げっぱなしにしてるかと言いますと、一旦足を上げてしまったらもう足を下ろすのすらめんどくさいっていう領域に入ってます。もうこの体勢から一歩も動けない領域に入ってます。今から競り出しに行くのということでですね、本日は終了でございます。ヒトジェニックに切り替えてね、どのぐらいで成果が出るかわかんないんですけど、いずれにせよ朝しか食べてないんでね、マジで痩せたい。マジで痩せててほしい。昨日が 73.4 やったわけやから72キロ台になっててほしいね。そして明日はですね、てか明日っていうかもう今日なんだけどね、もう今朝の5時なんですけど、深夜じゃないよ、朝ですよ、5時は。ということでですね、明日の動画でですね、もう一発逆転を狙ったとある漁をしようかなと思っております。もうちょっとね、素潜りはね、もうええわっていうぐらいしてるんで、素潜り以外のね、漁法でね、やっていこうかなと思います。こうご期待をということで、ちなみにです、このブダイたちをフライにしたものがね、概要欄の URL から購入できますんでね、皆さんぜひね、見てみてください。その一つの購入が僕の活動の励みになります。もういいや、話がそれてしまう。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。待って、カメラ回ってる？待って、夜明けてんじゃん。夜が明けてるんよ。朝ですね。朝5時ですけど皆さん何してますか？僕は競り出しに行ってます。なかなか競り出しに行ってる人いないでしょうね。島の競りは遅いですからね。いやー、よく頑張った今日も。お疲れ様。